さんこんにちは。たまらないテレビのたまらです。今日はですね、映画の身なりに関しておしゃべりもして、その身なり、つまりセリですね。セリで料理をして食べる、そういう映像になっております。身なりはですね、ブラッド・ピットのプレンビーという制作会社が作った映画でございます。1980年代に農業で成功したいと思って、アメリカ南部にあるアーカンソー州に移住してきた韓国人の一家のことを描きます。정이삭監督の子供の頃の自伝的な話ですね。でも、主人公の名前はですね、アイザクではなくデイビッドなんです。この映画の主人公であるジェイコブ役のスティーブン・ヤンは、韓国系のアメリカ人です。Rick, thanks. Glenn, you're welcome. 韓国系のアメリカ人なんだから、やはり英語の方がもっとペラペラじゃないですか。ですけれども、韓国語の発音も良くって、結構スムーズに聞こえるんですね。ジェイコブの場合は自分の農場で成功したいっていうのが優先だったんですね。それでモニカとの揉め事もあったりもするんですけれども、80年代のお父さんってそういう部分があるんじゃないですかね。家族の未来のことも自分が背負わないといけない。だから成功しないといけないっていうのもあって、ジェイコブの方がすごく重く感じられたんですね。私の場合は韓国ドラマである青春時代というドラマでハンニーさんを初めて見てですね、そこからずっと応援してる素敵な女優さんです。スンザが韓国から来た時に唐辛子の粉とか漢方の薬を持ってきたんですけれども、それを見て自分が一時日本に住んでた頃が思い浮かびまして、なんかわかる気がするっていう、デイビンの話がやはり全般的に出ますけれども、お父さんとの関係、またおばあさんとの関係が結構グッときましたね。はい。ひよこ鑑別士をしてたご両親の仕事場にお姉ちゃんと一緒にもう行ったんですけれども、デイビッドがあの煙突の煙は何って言ってるんですよ。それでお父さんが言うには、ひよこがね、オスなんだから、それは大きくなったって卵も産めないし、また鶏肉もあんまり美味しくないんだから、ああいう風になってるんだって言って、だから、うちら男同士はちゃんとやらないとああいう痛い目に遭うよみたいな感じで言ってるんですけれども、そこがすごくなんか、悲しかったですね。知らなかったんです。皆さんご存知でした？お姉ちゃん役のエンはですね、自分も子供ながらご両親が仕事に行くと弟の面倒を見てくれる、そういう頼もしい長女の姿を現れてました。ユン・ヨジョンさん。もちろん韓国では大女優なんですね。どういうところでどういう役をなさってもキラキラ輝いた方なんですね。このミナリ、この作品だけで36個の賞を取りました。おめでとうございます。また、ロッテントマトの指数が 98% です。ユン・ユジョンさんが演じたスンザはですね、子供の面倒を見るために韓国からアメリカに来たわけなんですけれども、初対面でですね、デイビッドがスンザを見ながら、おばあさんがおばあさん見たくないって言ったんです。最初はそれを聞いて、あ、そんなに老けてないんだ。ありがとうって言ってるんですけれども、それが後で違う意味として来るのが、おばあさんならば手作りクッキーも作れるし、また悪いことを言わないし、アメリカのおばあちゃんたちと比べたら、おばあちゃんはおばあちゃん見たくない。映画のタイトルになったミナリに関してのエピソードですね。はい。だから、韓国からそのセリの種を持ってくるんです。今ではやっちゃいけないと思うんですけれども、
ミナリはですね、実は水分さえあれば、どんどん伸びるんです。はい。だから、根だけあっても、水分で、水だけ与えると、どんどん伸びて、上だけ切って、また食べて、また伸びて、っていう風に、生命力の強い草なんですので、だから、移住するのがすごく大変ではあるんだけれども、それでも頑張ってうちの家族は生き残ったっていうことを、この映画を通して監督は言いたかったんじゃないですかね。おすすめです。ご覧ください。このミナリはですね、ビタミン A とビタミン B1、B2、C まで含まれておりまして、アルカリ性でございます。それでは、韓国のセリの料理のレシピをご覧ください。
これが生の身なりを入れたもので、これが茹でた身なりを入れたものです。身なりは結構香ばしい茶色なんですので、もう今、口の中がよだれです。まずはですね、茹でたものですね。はい、このセリとイカをいただきます。柔らかくするために少しだけ茹でたものなんですので、柔らかいけれどもまたサクサク感があって、またそこにイカとお酢と、またこう唐辛子、砂糖などが甘いながら酸っぱいながら辛みがある。美味しいです。生のセリの。うん。だから茹でたんじゃないんですので、こういう風にですね、セリがこう硬い。きゅうり、はい、イカ、これがキキョウ、これが人参。うん。これはですね、またセリも生なんですし、きゅうりも生なんですし、またキキョウが入っているじゃないですか。サクサク感はもっと抜群で、またキキョウのこう少しこう苦味があるんですね。うん。それも加えて、よりこう美味しいです。香りがある野菜が苦手ならばどうかわかんないんですけれども、私的にはすごく好きなんですよ。うん。うん。イカにセリをたっぷり。
ごちそうさまでした。ということで、今日の映像はここまでにします。もしこの映像が良かったら、チャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは次回も、ドバヨー